お久しぶりです。だいぶ日が空いてしまいましたが、観光4日目、松本城を紹介していきます。パート90以降、数ヶ月にわたって三の丸の聖地を進めていました。シリーズ内で似たような建築をしている建物は、今回聖地と一緒に作っています。今も江戸時代の名残を残す松本城のご紹介ということで、今回は松本城下町復元図を片手に、シリーズに収めることができなかった部分も合わせて、江戸時代の松本城を紹介していきたいと思います。というわけで、松本城の正式な入り口、大手門から見ていきましょう。城主への訪問客が訪れた際に使われた正門です。現在は石垣も取り壊されてしまっていますが、増形小口に入って左に曲がるこの道の形は今も名残を残しています。大手門増形の二の門は、青柳家に残されている厄居門である可能性が高いと言われています。再現するにあたって、今も残る青柳家の厄居門を参考に再現しています。鏡柱と控え柱の間に屋根の中軸を置く様式で建築しました。二の門をくぐると大きな櫓門があります。作りは太鼓門にある櫓門と同じ形なので、内部は割愛しますね。大手門を入るとすぐの場所に英氏の詰所があります。城内の見守りをする武士の詰所ですね。大手門からまっすぐ北に向かう通りが大名小路です。小路と呼ばれてはいますが、道幅は6軒ある広い通りになっています。外堀に突き当たりました。今はここから二の丸に渡る石橋がありますが、江戸時代は東にぐるっと回らないと二の丸に入ることができませんでした。まずは三の丸から案内したいと思いますので、ここは西に進みます。三の丸南側の西エリアは土井尻と呼ばれていました。堀の水が行き着く先という意味で、この突き当たりには外堀から総堀へと排水するための水路が設けられていたそうです。北に進んでいきましょう。この左手側は後々武家屋敷が建つ予定です。配信とかでね、武家屋敷は建てていこうかなと思っています。さあ、門が見えてきました。ここが西開かずの門です。普段は通用門として使われていなかった門のため、開かずの門と呼ばれています。西開かずの門から外に出ると、丸馬出しがあります。松本城に名前が変わる前、深志城の時代に武田氏の武将馬場信房に築かれた馬出しと言われています。馬出しや石垣を使わない築城は武田氏特有の築城術で、松本城の三の丸や総堀は武田氏が作ったものを引き継いで利用していたとされています。
4つある馬出しのうち1つでも残っていれば、世界遺産にかなり近づいていたとも言われていますね。西開かずの門の前には広場があります。指の練習をするための安土が置かれていました。広場の北側、作事所との間にはもみ蔵があったそうなので、ここにはもみを保管しています。大量にありますね。三の丸北西には作事所がありました。石垣の修復や家屋の建築など、建築工事の差配をしていたのが作事奉行です。入り口には出入りを取り締まる番所があります。向かいの建物は石材などが保管されている倉庫ですね。この倉庫には自動仕分け装置が組み込まれています。作事所を作るにあたって金沢城に残されている設計図を参考に作っています。奥にある建物は木工や石膏をする小屋です。中には石を加工する石工所や木材を加工する木工所があります。入り口には家事ができる場所も作りました。不意後はレッドストーンを使った回路で動かせるようにしましたね。ここが火事場になっています。茶碗を焼いたりする焼き場もあります。焼き場に設置した焼き窯は石製造機になっていますね。入り口入って右側、柵で仕切られた建物は事務官がいる建物です。ここは検品をしたり加工したものを一時保管する場所になっています。検品所があったり、事務官が作業する場所には畳が敷いてありますね。作事所から東に向かった先、外堀と内堀の間の島には若宮八幡社があります。門は薬医門ですね。三の丸に建てた門は薬医門がほとんどかもしれません。現在は松本神社の境内に移築されている若宮八幡社を参考に拝殿を作っています。この若宮八幡の拝殿にネザーゲートがあるので、ネザーから松本城に来るとここに出ますね。裏手には2つの本殿があります。ここにあった本殿は1つは千曲に、もう1つは松本神社に移築されています。一軒社流れ造りという様式で重要文化財に指定されている建物です。入り口にある大けやきは今も残っています。今回は樫の木で再現しました。武家屋敷が建つ予定地を挟んで見えるのが北開かずの門です。北開かずの門の馬出しは西開かずの門の馬出しより一回り小さいものです。北開かずの門のすぐそばにあるのが陽国神社です。西にあった入り口を南に変えて今も松本神社として残っています。戸田市が城主になった時に明石から遷宮された神社で、当時の屋敷割図には並立鳥居が描かれています。薬院門をくぐると
境内ですね。陽国水神様の祠も作りました。拝殿は今の松本神社の拝殿を再現しています。内装は建築した時の動画で紹介しているので、今回は割愛します。裏にある本殿には戸田市の先祖が祀られていました。陽国神社の隣には一緒に戸田家の祈願書として写された弥勒院があります。弥勒院は寺院として祭祀を行っていたところなので、お寺を作りました。お寺なので境内には香炉や鐘を作っています。裏手には僧侶が休憩したり炊事をする栗も作っていますね。弥勒院の奥には住職の住む屋敷と書物や経典を収める経蔵があります。本丸裏門に出たこの道ですね。本丸裏門から東に続く道は葵の馬場です。土手に葵が植えられていたことから名付けられていました。ここには立ち葵に似ているライラックを植えています。ここには馬屋がありました。馬屋と弥勒院の間は空き地となっているんですが、建物も描かれているので、この場所はお馬さんの順地する場所にしています。馬屋に入っていきましょう。馬屋は彦根城にある馬屋を参考にしています。馬に蹄鉄をする装蹄所も作っていますね。北門に向かいましょう。葵の馬場は本丸裏門と二の丸裏門、2つの裏門に面していますね。北門は主に町内で働く使用人が使う門でした。北門前の馬出しは広めの馬出しになっていて、湧き水が豊富だったそうです。今も堀を埋め立てた後には北門大井戸があり、豊富な水が湧き出しています。北門前には番所に加えて城内の清掃をする掃除の者居所があります。北東の角まで来たので南に向かっていきたいと思います。北門からまっすぐ南に伸びる道は柳の馬場と呼ばれ、馬術の訓練に利用されていました。柳の馬場の中ほど、ここには松本藩の藩校総教館があります。現在の松本市役所本庁舎がある場所ですね。門から入っ
った正面には弔問の間や講堂がある学習用の文学所です。ここには御用人、御年寄りといった藩校を管理する役人の詰め所もあります。歌舞伎門を抜けた左手には剣術所があります。板の間の稽古場の脇には師範が座る剣所が設けられていますね。入り口から右手の門ですね。こちらをくぐると弓道場があります。創業館には剣術所と弓術所しかなく、しかも手狭なため武術については師範の屋敷や城内にある馬場や的場を利用していたそうですね。門につながっているこの建物は出入りを管理する役人が詰めていました。ここから入ることができますね。創業館は松代藩の文部学校を参考に作っています。松本藩の藩校、創業館でした。さらに南に進みます。柳の馬場の突き当たりにあるのが東門ですね。東門は武士の出入りに使われていた門です。東門の馬出しは角馬出しとなっています。ここの馬出しは松本城の中で一番広い馬出しですね。まだまだ堀は作成途中ですが、三の丸車もこれで完成しました。というわけで松本城三の丸でした。シリーズでは完成できなかった車までなんとか完成したので、追加で建物なんかをね、紹介してきました。次回は二の丸と本丸を紹介していきます。建物の中まで紹介していると時間が足りなそうなので、内装は建築した時の動画を見ていただくということで、外観をサクッと紹介していけたらと思っています。建物の中をもっと詳しくという声が多いようでしたら、別途紹介動画作るのでコメントいただけたらと思います。今回利用した城下町復元図はダウンロードできますので、概要欄にリンクを貼っておきます。気になる方はぜひダウンロードしてみてください。チャンネル登録や高評価もいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。